こんにちは。今回は、エクストレイルの90周年記念車がとうとう発売されたみたいなので、調査した結果を共有したいと思います。それでは行きます。Now loading。ではまず、公式サイトで、90周年記念車を見てみたいと思います。今回、ウェブ上で大々的に宣伝されているのは、ブリリアントホワイトパールとスーパーブラックのツートン仕様ですね。外装色は、非常にかっこいいなという印象を受けました。先日別の動画で紹介しましたが、ホンダのベゼルのカジュアルスタイル仕様の外装に似ており、カッパー色の差し色が印象的ですね。ただ一つ気になることは、このグレードは X グレードがベースになっているので、G グレード特有の内外装が好みの方は、選べないということですね。今表示しているのが、G グレードになりますが、外装で言うと、ドアの下側にメッキの加色がついています。他にも内装の色がやや異なっているので、G グレードだから、この90周年記念車も同じだという風には考えない方がいいですね。しかし、X グレードでも、テーラーフィットと呼ばれる合皮のシートを選ぶことができるのが、この X グレードの特徴です。通常、X グレードを選ぶと、防水シートをオプションで選ばない限り、合皮のシートを選択することができなくなっています。その他にも、タイヤのホイールが黒ツヤのあるホイールになっていて、また重厚感も感じられるので、私は素敵だなぁと感じました。通常の G グレードだと、ホイールにシルバーの差し色が入ってます。ホイールをブラックにしたいという方は、X グレードおすすめかもしれませんね。実際に、実車で外装をじっくり見ていきたいと思います。フロントには、フロントグリルの周りにカッパーラインが入っていますが、太すぎないのすごく素敵だと思ってます。このカッパーラインが太くなると、V モーションが強調されすぎて、気になってしまいます。強いて言うなら、分割がないと、より良かった。ドアミラーについてるカッパーラインは、カッパーの別部品がついているわけではなく、塗装のみでカッパーラインをデザインしていました。余談ですが、このカッパーカラーは、新しい日産の始まりを象徴させているようですね。明け方の力強く希望に満ちた空をイメージしたサンライズカッパーは、電動化に向けて世界をリードする。新しい日産の始まりも象徴していますとのことです。話を戻すと、先ほどお伝えしたように、ドアの下のメッキ部品は装着されていない状態です。そして横から全体を見てみると、先ほど紹介した黒ホイール、すごくかっこよく見えませんか？このホイールはネットでも非常に評判が良くて、装着させたいと感じている方も多いようです。こんなに黒ホイールの評判が良いなら、G グレードでも、この黒ホイールを装備できるようにすればいいのになーって感じています。ルーフレールもカッパーラインが入っています。また、オプションで、ボンネット上面にアクセントデカールが装着できたりするようです。ボディカラーをカーディナルレッドにするのであれば、このデカールをつけてスポーティ雰囲気を演出させるのもありだと思います。外装は一通り紹介しましたが、ボディカラーが気になる方もいらっしゃると思うので、公式サイトを見てみたところ、全9種類ボディカラーが存在しているようです。エクストレイルは、A ピラーがブラック塗装されているので、ツートンカラーにすると、ルーフと A ピラーのカラーの一体感が出てかっこよく見えます。ブラックにすると関係なくなりますが、カーディナルレッドは、随分前から展示されてたものですね。トヨタのクラウンスポーツの印象が強いせいなのか、ボディカラーがレッドだとスポーティですね。90周年記念車を購入検討の方は、どのボディカラーを購入しようと考えているか、コメント欄でぜひ教えてくださいね。内装は、X グレードがベースになっています。タンカラーのナッパレザーシートは選ぶことができないですね。こちらがエクストレイルの G グレードですが、ダッシュボードやドアのアッパーがブラックになっていますよね。X グレードだと茶色になっているので、グレードごとに配色が異なることが伺えます。あと強いて言うなら、シートのステッチがカッパーステッチになっていることぐらいですかね。最後に、車両価格についても確認してみました。まず、二輪駆動から見てみると、G グレードは445万円程度ですが、X グレードの90周年記念車の車両価格は、404万円程度で、G グレードとおよそ40万円ほどの差額があります。では次に、人気のある四輪駆動でどうなってるか見ていきたいと思います。四輪駆動の G グレードでは、車両価格は475万円程度となっており、90周年記念車の車両価格は434万円程度となっています。G グレードを購入しようとすると、頭金にもよりますが、残価クレジット手数料込みで500万円を超えることが想定されるので、G グレード買いたいけど、
ちょっとお財布が寂しくなるなぁと感じる方には、90周年記念車は、おすすめできる仕様なのではないでしょうか。基本的には皆さん G グレードが欲しいと思っているので、そのような言い方をしましたが、実は私は X グレード派で、X グレードの X トレイル所持者なので、X グレードがいけてないと感じているわけではないということは、ご承知していただけると非常に助かります。以前も紹介はしていますが、競合車と車両寸法の比較をしてみるとこのような感じになります。グラフで整理すると、ラブ4やフォレスターよりかは全長が長めですが、その他の車両よりは、全長が短くなっていますね。ほぼビビたる差ですし、リア側にもソナーがついているので、そこまで気にすることではないかと思います。X トレイルが大きいなぁと感じている方には、今映している車両も選択肢には入らないかもしれませんが、コンパクト SUV が好みということであれば、マイナーチェンジしたホンダのベゼルや、これから出てくるかもしれない新型キックスに期待してみるのも良いかと思います。ホンダのベゼルに関しては、次回あたりマイナーチェンジした車両を紹介していきたいと思うので、気になる方はぜひご覧いただけると嬉しいです。そんな感じで今回は以上です。それではまた。